ます。おはようございます。すごいカメラ越しで見るとめっちゃラスベガスっぽい。すごい。ラスベガス2日目ですけど、めちゃめちゃ疲れてます。飛行機の移動がね、多分15時間ぐらい移動して、2時間ぐらいしか寝てないんじゃないかな。これから1日目の会場がオープンしようとしております。Welcome to Magic Corner Vegas. What's this? What's this? なんか入るだけじゃない。すごっ。はい、ということで、一徹さん、これから謎のイベント出るということで。そうです。アンノーンっていうフォーマットが何かさえ書かれてないけど、とにかく100ドル払えっていうイベントにこれから出ます。まだギャビンと一緒に出るみたいな。そうです。よくマジックの公式放送に出てるギャビン・バーヘイっていう人がイベントにも来てくれるらしい。楽しみです。マジ何か分かんないけどね。マジで分かんないです。100ドル渡されてイコリアのドラフトとかやるかもしれない。ただその海外の友達に聞くとみんな超おすすめって言ってたから、すごく楽しみ。ギャビンとで直接対決するかもしれない。ジャパニーズ JP 一徹みたいな。やめて。今日は本当規模が違いすぎるんで恐ろしいですね。ほんの幕張メッセでやってるテレアスコンベンションの3倍ぐらいがまず1回だけでそこでやって、そうですね、そうですね。で2回もあるんだよ。2回もあって2回も同じぐらいスペースあるから、6倍ぐらい。気が遠くなるぐらいポンと広くて、向こうの端の壁がもう見えないんですよ。広すぎて。こんなんだからやばいよ。やばいマジで。意味わかんないし。すごいね。すごい。何席あるのっていう。いや、わかんないですけど、だってテーブルの番号がこんなんですよ。いや、日本だとさ、もうなんかプレイスペース全然ないですみたいな感じじゃん。そうそうそう。フリープレイのエリアってほとんどないんですけど、今日めっちゃあるらしい。どこでもある。コマンドゾーンとかも無料で入れるし、なんかフラットやってフラットやったっけ。そうっすね。やばいっす。入場だけチケットがいるんだねぐらいで。入ってきて1時間ぐらいだったけど何もしないんだけど、すでに楽しい。じゃあまた。松浦匠と申します。アグロデッキが得意で2回プロツアートップ8に入ってるんですけども、両方ともアグロデッキ白タン人間とモロス少子を使ってトップ8に入っているっていう実績があります。はい、ということで今回なんですけども、プロツアーのデッキを選んだ決め手教えてください。今回は赤タンを使用しています。選んだ理由ですけども、イゼット果敢と迷ったんですけど、ちょっとイゼット果敢すごい難しいデッキなんで、あと新しいカードもビビとか入ってきてあんまり納得いくものに仕上がらなかったんで、赤タンを結構回してたんでそのまんま使用しました。実際今回のプロツアーメタゲームはどんな感じになるかなって思ってましたか？イゼットと赤タンが合わせて 50% を超えるぐらいはいると思って、その他に、ミッドレンジのディミアミッドレンジとかゼンチとかかなって思ってたんですけど、予想よりもイゼットがめちゃめちゃ多くて、ゼンチもちょっと予想よりも多かったかなって感じですね。今回赤タンを使っていたってことなんですけど、直前まで迷ってた構成とか、もう一個別のデッキを使うかなとか迷ってたところってありますか？赤タンに関しては迷ってた構成とかは特にないですね。ちょっとメインのトカゲを3枚とサイドに1枚みたいなイゼットのメタカードなんですけど、最初4枚にしたりとか、ちょっとその辺の細かいとこは悩んだりとかしたんですけど、基本的にもう赤タンでいくのはもう決めてましたね。ちなみになんですけど、1日目の成績はいかがでしたでしょうか？今日の成績はドラフトが1勝2敗と構築が3勝2敗で合わせて4勝4敗で、初日突破はできました。はい、ありがとうございます。ちなみにドラフトラウンドなんですけど、なんかその1勝2敗ということで、なんかその印象に残る試合とかありましたか？結構デッキすごい強かったんですけど、1回戦の相手がサイモン・ニールセン選手だったんです。インスタントラーメンカードあるじゃないですか、あれを2枚使われて
ってそんなあんまり強いカードではないんですね。だからどうしたのって思ったんですけど、しっかりとニブルヘイムっていう全体除去するカードとアルテマが入ってて、それを引き込むために採用されてたっていうのがあって、インスタントラーメン2枚出されて舐めた気持ちになったんですけど、もう普通にボコボコにされました。T カードを引くためにしっかりそういうのが入っていたってところがやっぱうまかったですね。はい、ちなみにそのコーチラウンドのメタミは、松浦さん的に当たってましたか？そうですね、イゼットに対してすごい有利になるように組んだ赤タンなんで、イゼットが多いことは予想通りだったんですけど、イゼット1回しか当たらなかったんで、また明日いっぱい当たれればもうちょっと勝ち星積み上げられるのかなっていう感じがしてます。では最後に明日の意気込みよろしくお願いします。トップ8はちょっともう厳しい感じになってしまってるんですけど、できるだけ勝ち星積み重ねて少しでも賞金とか商品カードもらえるんですよ、クラウドってとか目指して頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。明日も頑張ってください。頑張ります。プロプレイヤーの原根健太です。得意なデッキタイプはクロックパーミッションみたいなちょっと細かく動いて対戦相手に仕掛けていくデッキを得意としてます。実績は直近だと前回のプロツアーでトップ8に入りました。今回プロツアーに参加するにあたってデッキを決めた決め手は何かありますでしょうか？正直練習時間がすごい短くて、発売からほとんど時間取れなかったので、デッキはほとんど決め打ちで環境がそんなに変わらないと思ってたので、全環境時点で気に入ってたデミーアを大体そのまま使いました。で今回のプロツアーのメタゲームどんな感じになるだろうと思ってましたか？事前の僕の予想はイゼット 35% の赤タン 25%、 全治 10% で、あとドメインとかデミアが5% から 7% ぐらいの間ぐらいで散っていくかなっていう予想で、実際の数値だと赤タンがもうちょっと少なかったなっていう感じでした。そのデッキを組む決める上で直前まで迷っていたカードとか構成とかってありましたか？正直リミテッドがすごい自信がなくて、構築はそんなに時間かけれてないですね。なので試したカードもすごく少なくてあんまりないですね。特にドラフトの方に重点して時間かけたって感じですかね？そうですね。やるとも全然要領を得なくて、正直かなりやばいなっていう状態で当日を迎えた感じですね。今回ちょっと初日落ちということで残念な結果に終わってしまったんですけども、今後の意気込みを教えてください。そうですね、一応まだ次の2回分の PT と世界選手権が決まってるんで、そこで挽回じゃないですけど、しっかり取り戻していきたいなというふうには考えてますね。ちなみに明日以降はどのように過ごしますか？せっかくなんで会場ちょっとブラッと大会出たらできないいろいろ見て回るということをしつつ、残ってる人の試合とかちょこちょこ見ようかなとは思ってます。結構ラスベガスってことで遊ぶところは結構いっぱいあるんでそうですねあんまり興味がないんですよね。結構ブースもめちゃめちゃ広かったりするんで、そうですね、むしろそっちの方が興味があって、いろんな展示だとかどういった出し物がされてるのかとか、試合やってたら見れない部分を中心に見て回りたいかなと思ってますね。今後とも頑張ってください。ありがとうございます。応援してます。ありがとうございます。今回ね、ファイナルファンタジーで日本人プレイヤーも増えてると思いますんで、改めて自己紹介と得意なプレイスタイルを教えてください。So we've been seeing many new Japanese players in the scene because of Final Fantasy collaboration. Could you please introduce yourself to? I'm Canister. I really like playing combo decks. Amulet Titan is one of my favorite ones of all time. I enjoy playing the PCs, of course, as well, and the more competitive side of the game. But of course, the combo decks are where my heart lies and what I enjoy doing. じゃあ今回のプロツアーのデッキを決め手は何でしょうか？ Actually, it is a bit funny because in the testing house, we needed someone to play enemy as the Omniscience deck, and somehow I naturally fit into that role. So I have been playing the Omniscience deck against every other matchup, and in the end, I realized that I just really enjoy it, and I think it's really strong. So I kind of slid right into that, and that's how it came to be. じゃあ今回のデッキを使う上で直前まで迷っていたカードとか、あと他のデッキの候補とかってありましたか？ Knowing that there's going to be some players playing the Insidious Roots combo deck, I really wanted to play a few more Clarion Conquerors because it shuts down that combo really hard, but I couldn't fit that until the last minute. I've also been pondering playing a single Ultima from Final Fantasy until the last moment, but in the end, I didn't quite like how weak it was to Spell Pierce, so I ended up not playing it. 結構日本だとインスタでのデッキって今回出てくると思ってなくて、結構ヨーロッパとかでは人気のデッキだったんですか？ Not quite, but Team Handshake, who I was preparing for this tournament, had it, and actually a few of us ended up playing the deck in the tournament. So I was mostly aware of the deck existing
because we had been practicing it. I ended up not liking it too much myself. It was maybe a bit too inconsistent or maybe sometimes a bit weak for me, but some people took more of a liking towards the deck. And what surprised me was that there was also another team who independently seemed to build their Insidious Roots deck with a few more new cards. They are playing Terra as well to find the enchantment. So I was surprised that there is just another group playing this deck as well. 改めて1日目の戦績はどうでしたでしょうか？ I just finished playing. I went 5-3. Last match was really tough. I played a very long game against Mono Red where I ended up casting Omniscience for 10 mana. But in the end, I lost it to Sunspine Links. But it was a really tough one, and I probably did not play it optimally. ちなみにドラフトのラウンドはいかがでしたか？ Oh, quite badly. I went 1-2, and my deck was pretty weak. I was not happy with how it ended. I drafted the blue-red spells archetype, but I had trouble finding enough spells that cost 4 or more. So many of my cards just were not quite working fully, right? I just couldn't quite assemble the synergies. 明日への意気込みをお願いします。 Well, I'm going to try my best to get well rested and try to draft better than I did today. ぜひ頑張ってください。今日はじゃあゆっくり休んで明日に向けて頑張ってください。 Thank you very much. Thank you very much. 自己紹介とあと得意なプレイスタイルを教えてください。 Hello, I'm Matti Kuisma. I'm from Finland, and I really like graveyard-based combo decks and combo decks in general as well. 没戦力が結構好きっていう話だ。い You like to use graveyards? Yes, A lot. Yes. や僕も大好きなんですけど、あとマッチさん結構哲学的な記事をよく書かれてるんで、結構それが日本人でも人気だったり、僕たちも結構参考にしてるんで、 Thank you. I'm glad you like them. こちらこそありがとう。今回プロツアーに出場するデッキを決めたきっかけというか、決め手は何でしょうか？ I really like it. I really like the deck I'm playing. I'm playing Insidious Roots deck, which is graveyard-based. Almost like a combo deck. When you have Insidious Roots in play, you activate Tivar, take back Osteomancer Adept, you go through your whole deck, cast many creatures, make many plants. I really like the deck. マッチさんの好きな墓地とコンボっていうのは両方合わさってる素晴らしいデッキってことですね。 Perfect deck for me. 完璧なデッキです。なるほど。で今回デッキを選ぶ上で直前まで迷っていたカードや別のデッキの候補ありましたか？ We added Gastal Raider at the very last minute to the deck. We added it at the very last minute to help against control decks. Especially important to take Ultima out of the control player's hand after going off and making a lot of plants with Insidious Roots. 使ってみてどうでしたか？ I haven't played against control yet. I have played 5 rounds against blue-red. じゃあ2日目にもしか当たったら機会があるかもしれないですね。で改めて今回1日目終了時の戦績はいかがでしたでしょうか？ 2-1 in draft and then 4-1 with Roots deck. So total of 6-2. ナイスリザルト。 I'm very happy. Okay. ちなみにドラフトのラウンドっていうのはなんかすごいいいカードをピックしたりとか印象的なマッチありましたか？ I drafted a 3-color control deck, blue, black and red. And despite playing 3 colors, I still played Zodiark in my deck, the card that costs 5 black mana. So I cast that many times and it was a good card. 黒のカードなのによく使えたなと思って。 No pain, no gain. 痛みがなければ得られるものがないと。ノーペイン、ノーゲイン。結構じゃあ楽しんでそれを短縮できだけどリスクを負ってじゃあ黒5マナのカードを使ってうまくいったってことですかね。 Yes. But I drafted multiple dual lands and Blitzball, world map, mana fixing like that to help with casting. じゃあ最後にぜひ明日の意気込みをよろしくお願いします。 Both excited and nervous at the same time. I'm really happy to be playing my favorite deck in the format, and it's fun to play a deck that my opponents they haven't practiced against my deck, so they don't know what my deck is doing, and I get a lot of edge from that. And I also need a good result from this tournament to qualify for the next one. I need 9-7 finish to qualify for Pro Tour Atlanta. So today was a really good start, and I hope I can keep up the pace and finish at least 9-7 to re-qualify, but hopefully top 8. ベット入れるように僕らも願ってますんでぜひ頑張ってください。今回ありがとうございました。 Thank you. Thank you very much. 今回は昨日ねスプロモであるこのマジの世界2000枚海外だといくらつくのかちょっとねワイヤーブースで聞いていきたいと思います。目標$2000。
日目お疲れ様でした。ぜひ今の感想をね率直に教えてください。成績が7勝8敗1分けと勝ち越すことができなかったんで、ちょっと悔しい気持ちは残りつつも、一応次回のプロツアーに参加できる権利は獲得できたんで、そこは良かったかなと思います。で今回構築のデッキの中で特に活躍したカードやシチュエーションというかプレイングとかあったりしましたか？特に活躍したのは都会の怒りクマパンですね。やっぱ何回も打った試合はもう大体もう相手のライフゼロにしまくってたんで、あれ引いてないとやっぱ削りきれないことは多かったですね。はい、打った試合はそのままゲームを決まるぐらいの威力があると、実際もうみんなもなんかねうんざりしてるぐらいで強いカードだと思うんですけど、あとはなんかもっとこうデッキにこれ入れとけばよかったなとか抜いた方がよかったなってカードはありましたか？サイドボードにちょっと墓地対策が少なかったんですね。だからもうちょっと増やせばよかったかなと思います。全地にねゼロにしちゃったんで、もうちょっと増やせばなっていう。あとは今回チームで調整したり練習したりとしたと思うんですけど、プロツアーの対戦中でこういったところに仲間の力を感じたなっていう部分はありましたか？最後にサブミットする前にゆくひろさんが稲妻の一撃とかを1枚おすすめしてくれたんですけど、それが結構最後詰めに変えたりとかして自分だったら入れてなかったなって思うカードだったんで、それは良かったですね。そう最後3点でゲームが決まったりとかそういった視点があったということですね。ここからちなみに松浦さんのちょっと個人的な部分を聞きたいんですけど、松浦さんの中でちょっとこれは思わず集めたくなっちゃうなみたいなカードとかそういったものってありますか？自分は日本風のイラストが結構好きなんで、例えばストリックセイブンの日本絵のカードだったりとか上川の基本土地とか今回も使ってたんですけど、山って漢字で書いてあるやつあれしかないですああいうの結構好きなんで、ああいうの今後出たら多分集めると思います。なるほど。今回ねファイナルファンタジーのコラボのねプロツアーということで、ファイナルファンタジー好きなキャラとかいたら知りたいです。まだあんまりやってないんですけど FF14 にちょっと興味があって、ヤシトラルルとアリーナのスキンとかスリーブとか買って使ってるんで。ヤシトラですか？はいそうです。だからちょっとスポットライトとか終わって時間できると思うんで FF14 やってみようかなって今思ってます。じゃあ最後にですねプロツアーに参加したいプレイヤーにアドバイスというかそういうのがありましたらぜひメッセージあったらぜひよろしくお願いします。まず楽しむことを忘れないでやってほしいと思います。予選とかで負けちゃってプロツアーに参加できないってなっても何度もずっとやってるんで、その楽しむことを忘れずにやっていかないと続かないと思うんで、ここは忘れないで頑張ってほしいと思います。ありがとうございます。ということでプロツアーファイナルファンタジー松浦さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ですね、プロツアー終わりました。蟹下選手にいろいろねインタビューしていきたいと思います。今日の成績はいかがでしたか？ So I just finished my tournament. Unfortunately, I went 9-7, which is just one win short of requalifying for the next Pro Tour. So a little bit of a sour ending, you could say. 悔しい機会を終わってしまったってことですね。だから今回のプロツアーの中で印象に残った対戦や瞬間があったら教えてください。Well, certainly the moment when I received my pairing for the last round, which was João Manuel Depra playing Dimir midrange, which is a very hard matchup for the deck that I have been playing, Omniscience. So, knowing that I needed to win the last one to qualify for the subsequent PT and seeing that matchup in my phone, that was pretty scary and my heart sank a little bit. 勝てばいけるのにちょっとマッチアップが悪いっていうねところで印象的に残ったってことですね。今回のプロツアーの中で構築の中で特に活躍したカードがあったら教えてください。 Especially Overlord of the Flat Pits has been an all-star for me the entire weekend. I've played 2 main deck and a third one in the sideboard, and the combo with Scroll Shift is really strong and just easily takes over the game, while worked well for me as the alternate plan of attack in Omniscience, but also sometimes you just play it on turn 3, you discard Omniscience, but still if the game doesn't go your way, it still turns into a creature after a few turns, and that's just a really powerful angle of attack. 構築の中でもっと入れておけばよかったなとかこれは抜いた方がよかったなってカードがあったら教えてください。 I wish I had built the version of the Omniscience deck without Palagi Archaeologists. That card's not so good for me. I sideboarded it out practically every match, and I think it's kind of a relic of the past, and it would be better to omit it, exclude it. なんか相手の構築とかでこれはうまいなって思う工夫が教えてください。 I was very impressed by one of my prowess opponents beating me with Edimork crabs after sideboarding. I wasn't even sure if my opponent is going to bring them in the matchup,
but they did, and it was really strong. It beat me. 今回ね、谷さんがプロツアー出るにあたっていろんな方と協力されたと思うんですけど、どういった場面でその仲間の力を感じましたか？ A few people hugged me when I lost the last match, which resulted in me not qualifying for the next PD. So I guess I felt the support in that moment, even though it was, a sad moment and not a happy one. It was nice that they were there. 谷さんの中で思わず集めたくなってしまうような好きなカードっていうのはどういったのがありますか？ I do have a binder with some of the anime arts I find appealing, so I guess that's the direction I go into, but no specific particular card. So cute ファイナルファンタジーのねプロツアーということで、もしファイナルファンタジーで好きなキャラとかがありましたら、理由を含めて聞きたいです。 This is a little bit of a tough question because I actually never played any of the games, but I have to say that from what I know about the series, Sephiroth looks the coolest. 最後にですね、プロツアーに参加したいプレイヤーに、プロツアーってこんな魅力があるんだよっていうのがね、谷さんがありましたら、ぜひ教えてください。It's very hard to get there. Once you fall off, it's actually a lot of work to try to requalify. But it's one of the few opportunities to play with other great players who are trying very hard to beat you. And it's just a unique feeling because you can't always get that when you play on Magic Online or on Arena. Sometimes you will play against people who just are not as invested. And at the Pro Tour, you are mostly just having the toughest matches of your life against the best players of the world. So プロツアーお疲れ様でした。今回の成績を教えてください。 Record today was 3 wins, 4 losses, and 1 draw, for a total of 9 wins, 6 losses, and 1 draw. プロツアーを終えて今の気持ちを率直に教えてください。 Very relieved. I got the 9th win that I needed for qualifying for the next two tournaments, and also today I had a really bad start. I went 0-3 in the draft. I lost all 3 matches in the draft, so I was already like, oh no, bad day. But then I rallied back in the constructed rounds when I got back to playing the Golgari Roots deck, which was my favorite, and that deck got me the match wins that I needed to requalify. 今回のプロツアーの中で、印象に残った対戦あったら教えてください。 Really stuck to my memory the most is the second to last round. I had a really long match against Omniscience combo, and in the end of game 2 I made a bad mistake, and it cost me the match. So that losing always stings, especially when you lose to your own mistakes. That was the most memorable one. 今回の構築のデッキの中で特に活躍したカードありましたら教えてください。 Dragon Snipers were really good, yes. They helped me stay alive against all the aggressive decks. I played many times against Blue-Red Prowess, and the Dragon Sniper was very important. 逆にもっとこれ入れておけばよかったなとか、このカードは抜いた方がよかったなってカードがあったら教えてください。 I wish I had more graveyard hate for the Omniscience decks. I played against 2 of them. I lost to one and got a draw against the other one. And I really wish I had a second Agatha's Soul Cauldron. 対戦していて相手の構築でこれはうまいなと思った工夫はあったりしましたか？ Paulo Vitor Damardarosa's blue-red Cauldron deck was really impressive, and I think he went 9-1 in constructed with the deck, and I think I was his only loss. But other than that, his deck, like I got very lucky against him, but his deck seemed really good. 今回のプロツアー中でどんな場面でその仲間の力を感じたと思いましたか？ Right before the last round, because I needed to win the last round to get the 9th win that I needed and the invites for the next Pro Tours. My teammates were there to support me, and they really made me feel more comfortable and relaxed. 次はマッティさんの、ね、個人的なパーソナル部分について聞きたいんですけども、思わずマッティさんが集めたくなってしまう好みのカードはありますか？またその理由を聞きたいです。I collect unhinged basic lands. I have a collection of those, many of each color, and I collect signatures on them from my teammates and favorite pro players. So I have many signed unhinged basic lands signed by Kai Butte, Shota Yasuoka, Ritu, Luis Scott Vargas, and all of my teammates, of course. So playing with those basic lands makes me very happy. I play with them at all the Pro Tours and World Championships. And every time I draw a basic land, it makes me happy when I see my friends' signatures on the cards. ファイナルファンタジーね、今回プロツアーのコラボということなんですけど、その中で好きなキャラとかいましたらぜひ教えてください。I like Irith.
she has a very bright and positive personality. で最後にですね、プロツアーに参加したいプレイに向けてどんな魅力があるかっていうのをぜひ、ね、伝えてほしいと思ってます。よろしくお願いします。For me, the most special part about these tournaments is getting to do it with my friends. For me, it's a lot about the community around the game, and for the people who want to play in Pro Tours one day, my advice would be to not worry about the results too much. Just focus on playing as well as you can and improving as a player. And if you do that and put in the work, then eventually you will get the results as well. But don't worry about the results. Just focus on playing well and becoming better. Thank you very much. じゃあこれでインタビュー終わります。本当にありがとうございました。ありがとう。Thank you very much.